現時点今は1時です。3月26日です。さてと皆さん、特に今日注目してほしい、一番僕が実はこの2週間で一番注目しているセクターをもっと話したいです。これビットコインと特に仮想通貨です。で、今日出たのが、この90日の相関係数が今は2020年の10月以来の高い数字に上っていることです。つまり皆さん、2つ大きな点があります。まず、ビットコインはこの2週間、強く上がってます。かなり強い買い圧力でチャートも素晴らしく見えると思います。実は僕はポストプライムの方でこのことを上がる前に特にイーサリアムに注目していました。買っていました。で、こちらにアドバイスをいろいろしてきました。上がる前に特に短期投資のトレンドに素早く乗る。これが僕の、一番の、なんていうんだろう、今までトレーニングを受けたところなんですね。もともとヘッジファンドの世界で。このパフォーマンスがすごく強い。で、これが強いっていうのが一つ。で、もう一つが SP500 とこれほど今相関係数が高いことはリスク高くなったのか、それとも何も変わってないのか、そちらの解説をしていきたいと思います。まずはこのパフォーマンスが強いことに少し注目したいです。ビットコインとイーサリアムの特にこのチャートを1時間足で見ていきたいと思うんですけど、特に皆さんこのビットコインのチャートを今見ていると、1時間足で見てみると皆さんこれは特に買い圧力が売り圧力よりはるかに強いと思います。買い圧力があるときはこの緑の出来高が出てきますね。はい、緑の出来高の方が売られている時のこの赤の出来高より緑の方が圧倒的にここの数日間、1週間ぐらい多いです。はい。で、出来高が特に多いわけではないんですけど、でも買われている時の方が売られている時よりボリュームが強いことは確かだと思います。で、特にこの方がイーサリアムの方でものすごくこれは、明確かなと思います。この買い圧力が25日の日本時間の3時にもありました。これはアジア時間ですよ。日本時間の2時とか3時ってまだヨーロッパも空いていないし、アメリカもみんな寝ています。はい。なので、これはアジア時間でも買い圧力があります。で、0時にも買い圧力があるのは、これはアメリカ時間の相場ですね。特にこれはアメリカ時間、ニューヨーク時間の朝の11時とか。しかも時々ここは、ヨーロッパ時間にも買い圧力も出ています。もうちょっと午後の1時とかになるとヨーロッパ相場のプリマーケット、朝早い人たちが買いをしていますので、いろんな地域でいろんなタイムゾーンで今仮想通貨が買われていて、特にトレンドもチャートも今素晴らしく見えています。今、ビットコインのこのチャートが W チャート1、2、3、4です。なのでこれはこの大きな抵抗レベル45,000というレベルを突破しようとしています。で、イーサリアムの方もここは1、2、3、4、W パターンです。で、今は3000ドルを突破して、3100ドルも突破して、次の大きな抵抗レベルが3184かな。その後に3248です。はい。なので、このチャートも素晴らしいと思います。皆さん、特に仮想通貨、まだいろいろと投資をしていない日本人たちが多いんですけど、このセクターは本当にものすごく大きな長期チャンスだと思います。短期投資はそもそも他の話として、確かにこれはボラティリティが高い。確かにこれはちょっと税金回りがめんどくさい。はい。そう、わかりますよ。僕も日本に住んでます。日本の居住者です。わかります。だけど、長期投資のマインドセットで考えると、このセクターは株と比べて、数%とか数十%ではなく数百%、数千%上がる余地があるセクターです。なので特に皆さんこのことを忘れないでください。株で、10% 得た。すごいね。素晴らしい1年だった。仮想通貨だとこれが数十%です。しかも長期投資で持つともしかして日本の税金制度も変わるかもしれない。なので皆さんこれをいろいろと、幅広く、考えをするのも大事かなと思います。それと仮想通貨の今の、時価総額全体がちょうど今また2兆ドル近くになってます。だけど2兆ドルって言っても金、ゴールドの時価総額が確か10兆ドルぐらいなんですね。まだゴールドと比べて仮想通貨全体がたった5分の1だけです。だから過小評価されていると思います。このビットコインだけではなく仮想通貨全体が次のデジタルゴールドというマインドセットであれば、特に今みたいにチャートが素晴らしく見えるときは、やっぱり無視はしてはいけないと思っています。